はい、皆さん元気でしょうか。大川祐介です。今日はですね、何を解説するかって言いますと、最近ね僕が気づいたことで映像表現の質が圧倒的に上がった体験をしたんですね。でそれを、今回チュートリアルにするの少し悩んだぐらい素晴らしいソフトウェアがあったので皆さんにお伝えしたいと思っております。それは何かっていうとノイズリダクションですね。ノイズリダクションって何っていう方いると思うんですけれども、ノイズってやっぱり映像制作をしている上では出てしまうものなんですよね。例えば僕最近沖縄に行った時に焚き火とかをしたんですけれども、やっぱり焚き火の時ってα7S3 夜間に強いっていうカメラでもノイズが結構出てしまったりとか、ブラックマジック単焦点をね F1.8 まで下げれるもの ISO を、そこまでもう何千とか上げなくても済んでる状態でもノイズって出てしまうんですね。でそういった時に、従来僕この沖縄までの動画で基本的にはノイズリダクションかけていなかったんですね。ただ今回 Adobe Premiere Pro にデフォルトでそういったソフトウェアがなかったので追加で購入しなきゃいけないってことで、かつ以前使ったものがなんかちょっとパッとしないノイズリダクションでして、基本的に使っていなかったと。で今回ねチームメンバーのマッツンが教えてくれて実際に Adobe Premiere Pro に使ってみたんですけど、ノイズはもちろん軽減されるしフリッカーとかも消すことはできるし、レンズについてはゴミとかも消そうと思えばできたりとか、あとはノイズがそんなに出ていなくてもなんか質感をソフトにしたい時とかそういった調整としても全然使えるなと思ったので、今回はね冒頭で多分映像を見ていただいたと思うんですけれども、僕が最近気づいたそういったノイズリダクション機能についてご説明したいと思います。まずね、僕たちが何をするかっていうとニートビデオっていうソフトウェアを購入しなきゃいけないんですね。それがね今こういった画面収録でお見せします。今回ねご紹介するノイズリダクションのソフトウェアはニートビデオと呼ばれるものですね。僕はもう今まで聞いたことがなくて、初めて知ったんですけれども、このニートビデオがめちゃめちゃ優秀だと海外のクリエイターからの評価もめっちゃいいということで今回僕たちもね購入させていただきました。で気になる価格なんですけれども、18,400円日本円で僕たちは、購入させていただいた次第ですね。で、他社のノイズリダクションって3万とか4万とかするのに対して、このニートビデオは 18,400 円で買えるので、すごく、お得ですね。ちなみにこれ案件とかじゃないんで、ご了承ください。でこちらまず購入しますと。はい。で、購入したらマイアカウントですね。はい。マイアカウントでライセンス、これねソフトウェアを追加するのもちょっとね独特で、難しかったです。ウェブサイトにその流れ載ってるので、見れば問題ないんですけれども、まずね、インストールしますと。でアプリケーションを入れて、開いてそのインストールして再起動しますと。でここにライセンスってものがあるんですけど、これはもう本当に常にこのブラウザ立ち上げといた方がいいです。っていうのは、インストールする際にもこういった ID パスワードが求められるし、実際にこの再起動して Adobe Premiere Pro を開いてエフェクトを適用した時にもこういった ID パスワードが求められるんですね。なので、2段階認証みたいな感じなんですけれども、Adobe Premiere Pro でやっと入力してからエフェクトが追加できるという仕様になっております。なので、概要欄にねリンク貼っときますので、そこからぜひご覧いただけたらと思っております。インストールが済んだら Adobe Premiere Pro でやっていくわけなんですけれども、じゃん、実際にこの先日僕が公開した沖縄のシネマティック映像、これね冒頭全部ノイズリダクション使っています。ニートビデオ、ほらあれここ使ってないかな、こっちかな、ほらニートビデオノイズリダクションこっちも使ってます。てかもう全部使ってます。多分冒頭は。はい、どういう映像かっていうと、はい、この夕日のこういった質感とかも、ニートビデオ追加して実現できたし、この水中とか今回コンデジだったんですよ。 RX100 M5 で撮ったものなんで結構ノイズ出るんですね、水中の中でも。ただそういうのをねやっぱもう全て消してくれたというかめちゃめちゃ優秀でした。これじゃあ一回比較してみます。さっき映像で見たと思うんですけれども一回見てみましょう。これとか分かりやすいかもしれない。焚き火、うわーこれはすごいですね。このぐらいねノイズの差があるんですね。でこれノイズのレベルとかも調整できるので、早速ねやっていきましょう。まずこの夕日ですね。こんな感じで普通にMavic Air 2で撮影した夕日の
動画なんですけれど、まずね、グレーディングだけでかなり仕上がってます。ただ、やっぱりここ見ていただければ分かるんですけれども、ちょっと画面収録だからね、分かりづらいかもしれないけど、やっぱりここら辺ノイズがね、ちらほら現れてるんですね。夕方の撮影で太陽が落ちてしまってるので、結構暗いんですよ。で、こういった時に、まず調整レイヤーですね。このね、カラーを追加してる調整レイヤーにやってもいいし、新しいのを属性削除して、新しい調整レイヤー、ノイズリダクション用の調整レイヤーを使っても良いです。で、エフェクトのビデオエフェクト。こちらインストールするとニートビデオというものが現れます。リリースノイズをすると、ダブルクリックでもいいし、ドラッキンガーのドロップでも OK です。で、ここのね、エフェクトコントロールに、この表示が出てきたら、エフェクトが追加されたということですね。で、初めに言っておくんですけれども、やっぱりね、ノイズリダクションっていうこともあって、かなり重いです。なので、PC のスペックによって、やっぱりこれがね、スムーズに使えるか使えないかっていうのは多分差が出てしまうんですけれども、今のところ、僕、このノートパソコン、スペックがですね、はい、3.1GHz、メモリ16、Core i7 で、僕が使ってる M1 チップとか、あとは iMac Pro とかそういったスペックでもやっぱりニートビデオを追加すると重いです。一回追加したらこれね真っ赤っかになってレンダリングしなきゃもう見れない状態なんですけれども、レンダリングもめっちゃ時間かかります。なので本当に集中して作りたいっていう作品じゃないとこのノイズリダクションっていうのはちょっと有効的じゃないかもしれないです。Vlog とかに使うってなったらもう書き出し遅すぎるんで、さすがに Vlog には使わないんだけれども、作品には僕は絶対使うべきだと思ってこの動画を撮ってるんでよろしくお願いします。はい、こんな感じで追加したらプリペアですね、準備します。まずこのボタンを押して、はい、なんかインプットするんですね、このフレームを。で、一応ね、このプロキシとか、この再生時の解像度とかはフルにして、追加してください。そうしないとね、適切にこのノイズを検知できないので、この状態で準備、プリペアを押します。ちょっと重いんですけれども、その間待ちながら。で、ある程度、検知できたら、ビルドというボタンを押して、実際にフレームを読み取って、はい、ここなんかちょっと表示がね出てくるときと出てこないときがあって、ちょっとよくわかんないんですけれども、一旦無視して開きますと。はい。でね、この動画をね見て初めてノイズリダクションするっていう方は、この僕のねチュートリアルと同じ動きをすればできるので、ぜひ未経験の方でも参考にしてみてください。はい、こんな感じでね、読み取ったらこういう画面になりますと。で、何をするかっていうと、ノイズが一番目立つところをカーソルでこうやってボタンを押しながら四角を作るんですね。例えば今回で言うとこの左下がちょっと目立つんで、じゃあここビーで緑になったらグッと、これでもうノイズいい感じにリダクションできるよっていう表示だと思うんですけれども、これをできたら次にビルドプロファイルを押します。そうするとちゃんと読み取れます。で、このアジャスト&プレビュー、調整とプレビューですね。今これノイズリダクションかかってます。で、やっぱりこれ映像によってノイズリダクションが強くかかりすぎてしまうパターンと、全然かかってないなっていうパターンがあるんですね。なので全然かかってないなっていう時はもうノイズリダクション必要ないってことなんで、全然使わなくてもいいんですけれども、デフォルトで追加してもここまで差があるってことは、ノイズリダクションやった方がいいのかな。で、僕のイメージとしては結構強いです。ノイズリダクション強くかかってる印象があるんで、僕はねかすかに1ぐらいですね。で、1ぐらいで、今デフォルトが2なんですけれども、ちょっとこのレベルを下げて、でこのノイズリダクションの量を調整したりとか、これ低くすると僕結構こういう感じ調整してるんですけれども、本当にかすかにノイズリダクションが追加されるんで、僕はねこんぐらいの方が好きだし、焚き火の撮影の時とかでめちゃめちゃノイズが出てるなって時はもうがっつりレベルはね2から3とかまで上げてしまう場合もあります。で、ある程度追加して自分がねいいなと思ったら、ここでやっとアプライですね。はい、アプライを押すともう実際にノイズリダクションが追加されましたと。ただね、これかなり重いんでこのままプレビューがすぐできません。なのでレンダリングしてプレビューするか、一旦このノイズリダクションがかかってる部分だけを見えないようにするのが一番良いかなと思っています。こんな風に、はい、これで見えないと、はい、普通に再生ができます。で、見えるようにすると、めちゃめちゃ重いからレンダリングする。で、レンダリング結構時間かかってしまうんですけれども、ある程度こなしたら、こんな感じに
超いい感じに滑らかになると。はい。これを繰り返すって感じですね。で、どういった作業の流れでやるかっていうと、やっぱりある程度ね、大枠作った上で最後のカラーグレーディングの調整の時に、こういったノイズリダクションを追加するのが一番いいんじゃないかなっていうふうには思っております。はい、そんな感じでね、いかがでしたでしょうか。ノイズリダクションね、これ僕ね、結構海外のクリエイターとかめちゃめちゃ参考にしてて、彼らの映像と自分の映像何が違うのかっていうのをめちゃめちゃ探ってると、やっぱり質感だったりとか一カット一カットのこだわりだったりするんですよね。で、今までね、ノイズリダクション些細にあっても結構ね、見て見ぬふりをしてそのまま使ってたりしたんですけれども、このね、ニートビデオを知ってから僕はね、ちょっと汚いなと思ったらちゃんとニートビデオをかけるようにして綺麗な状態で映像作品を世の中に出して、動画好きを増やすってことをやってるので、ぜひ参考にしてみてください。で、最後にね、Adobe Premiere Pro で、やる場合はそういったノイズリダクションないから2万円ぐらい払ってるんですけれども、やっぱDaVinci Resolve とかああいったちょっとねレベルが上がったソフトウェアを使うとカラーグレーディングのレベルも高いし、かつねノイズリダクションとかそういった機能もデフォルトでついているので、本当にカラーグレーディングこだわりたいっていう方はDaVinci Resolve を使うことをお勧めしたいと思います。ただ、Adobe Premiere Pro の方がやっぱりやれる幅は広いし、やっぱり慣れているところもあるし、いろいろねいい部分と悪い部分がやっぱりお互いあるので、僕はねAdobe を使ってはいるんですけれども、そこだけね、皆さんにお伝えしたいと思っています。Adobe Premiere Pro でノイズリダクションしっかりとやりたいという方は、今日の動画をね参考にしてノイズリダクションかけてみてください。皆さんのね作品を見れることを楽しみにしております。はい、今日もそんな感じで2021最初のチュートリアルだったんですけれども、引き続き頑張っていこうと思います。皆さん今日も最後までありがとうございました。それでは皆さん、バイバイ。